はい、どうも、いつもです。はい、今回はですね、唇の描き方と塗り方を紹介します。はい、まずはですね、唇を描く高さですね、そこをちょっと横線で決めます。これは当たりですね、ガイドラインです。はい、で、唇の幅って結構大きすぎるとおかしいし、小さすぎてもおかしいということがよくあると思うんですけど、自分は最近はこのように目尻からこのように斜め線を両方の目尻から、入れて、でその斜め線の両方の斜め線の間ですね、この間に、唇が入るように描くと自然な唇になるので、よくこのようにして、その間で描くようにしてます。でまた、口を少し半開きにしたいと思うので、このように台形をですね描きます。これも当たりです。でこの台形に沿って唇を描いていきます。で今上唇を描いてるんですけれども、これはですねアルファベットの M をイメージしながら描きます。 M を少し潰すような感じで描きます。すると簡単に描けます。はい、で下唇ですね。下唇はこのように両側からちょっとカーブして、内側にカーブしてるような感じで両側から描きます。でちょうど中間の方はまっすぐ描きます。で自分はですね、唇の外側の線ですね、それはあまり描かないんですよね。で描くとしてもだいたい半分ぐらいというような感じですね。はい、で上唇はぐらいで終わってて、下唇もこのぐらいですね。はい、一応時と場合によりますが、今回はこのぐらいで描きました。はい、どうでしょうか。真正面から見た唇の描き方ですね。で歯をちょっとだけ、前歯をちょっとだけこんな風に描きます。はい、もう本当にもう軽くですね。はい、で次は横を向いた時の唇ですね。はい、左側を向いた時の唇です。でこれも難しく考えることはなくて、先ほどと描き方は大体同じです。はい、目尻の両側からちょっと斜め線を引いて、で唇の幅を違和感なくというような、ちょっと左側の目ですね、左側の目尻からの線がちょっと先ほどとは違う、角度なので、先ほどは両方とも同じ角度だったんですけども、今回はちょっと角度が違いますので、そこだけちょっと注意しましょう。でまた先ほどと同じように、台形ですね、台形を描きます。これも当たりです。はい、ガイドラインです。でこのガイドラインを目印にして、唇の形を描いていきます。これも先ほどと同じようにアルファベットの M をイメージしながら、でそれを少し潰しているような感じで描きます。でここですね、ここの方がちょっと、難しいかなとは思うんですけれども、でも見てやると簡単ですよね。
で下唇も先ほどと同じような感じで、はい、両側からちょっとカーブしてやります。はい、で左側の方がちょっとね、小さかったりするんです。今回はですね、この上唇のところをちょっと、カーブして上にパッとやります。でそれが唇の厚さを今回は表現してますね。はい、今回は唇の外側の線ですね、それを先ほどよりはちょっと描いてますね。多く描いてます。で歯もちょっと先ほどと同じような感じで軽く線を引くような感じで描きます。はい、どうでしょうかね。ここぐらいまでだったら大丈夫ですよね。はい、はい、次は色を塗っていきます。突然変わりましたね。はい、色を塗っていきます。まずはですね、今回はちょっと歯が見えているような、さっきよりはだいぶ歯が見えている感じの口ですね。線画の部分は省きました。今回は色だけでやっていきます。で唇の両側ですね、口の中の両側は、影になるのでこのように黒を塗っていきます。でそれぞれ歯とか唇とかのパーツごとに分けてレイヤーを別々に分けて塗ってください。で上に積み重ねていくというような感じでやっていきましょう。その方が色も際立つので。で次は歯ですかね。歯はですね、いきなり肌からで、白い色をすぐ塗るのではなくて、自分の場合はこの顔の肌ですね、この肌のちょっと明るい部分を色を選んで、でそれを歯として塗っていきます。で後から徐々に、暗い色を塗ったり、またはそれ以上に明るい色を塗ったりして、完成に近づけていきます。で色を塗る際はこのように、歯を一本ずつ塗っているような感じで塗っていきます。なので、歯と歯の間の隙間の線がありますよね。その線はこの背景の色で表現するというような感じになります。その方がなんか自分の考えでは自然に見えるんじゃないかなと思ってこのような塗り方をしてます。で今回は後で塗りつぶしてしまうんですけれども、下の歯もこのような感じで塗っています。その場合は上の歯の色よりはちょっと暗い色で塗っていきます。でその場合も歯を1本ずつ塗るような感じで塗っていきます。でも今回は下唇の色で、隠れてしまいます。はい、唇なんですが、自分は肌の色のちょっと暗い部分で上唇も下唇も塗ります。はい、で上唇は実は屋根の軒先みたいな感じになってるので、実は結構影の色、暗い色なんですよね。で下唇はその逆で結構明るい色で締めてるんですよね。明るい色、光の色ですね。
下唇もこのような感じで、はい、塗って、それから明るい色を、塗っていきます。はい、赤系ですね。今回は赤系の明るい色ですね。はい、上唇も少しだけというか、だいたいね、唇の真ん中らへんとかが結構光ってますよね。はい、こんな感じで、また後から最後の方でまた暗い色をまた塗ったりするんですけれども、それ以上に、はい、で下唇ですね、下唇の歯に近い部分ですね、そこをちょっと赤系のこの、ちょっと濃い色を塗ります。そして明るい色を塗っていきます。はい、こんな感じですね。そしてですね、囲って色を塗りつぶすというのがありますよね。それでちょっと白い色で塗ります。はい、こんな感じで塗って、でその塗ったレイヤーをですね、不透明度を低くします。はい、なので不透明度を低くするとなんか、透けてるような感じになるんですよね。これが後々にグロスといいますか、唇が光ってるような色になります。で今塗っているのは白なんですけれども、この塗っているレイヤー自体が過酸発光のレイヤーで塗ってます。なので普通の白とは違います。はい、でそして滑らか水彩というブラシがあるんですけども、それでちょっと色をぼかします。はい、すると全部ぼかしてはダメですよ。くっきりしている部分も残してください。それであってぼかしている部分もあるというような半々みたいな感じですね。ぼかしているところもあればくっきりしている部分もあるというような感じで、そうすることで唇の光みたいな感じになりますので、はい、で今はですね、選択範囲で囲ってスプレーでちょっと暗い色を塗ってます。そうすることで唇の立体感が生まれる感じです。はい、はい、完成はこんな感じですね。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。どうでしたでしょうか。ゆっくりやっていくと大丈夫描けますので、はい、もしよろしければ、チャンネル登録また動画へのコメントよろしくお願いいたします。ではまた。